佐伯秀治さん、当時13歳。爆心地から 0.8km の八丁堀で被爆しました。佐伯さんは当時崇徳中学校の1年生で建物疎開の作業中でした。松の木の陰にいた佐伯さんは大怪我をしたものの一命を取り留めました。しかし一緒に作業に当たっていた1、2年生およそ380人はほとんど全員が亡くなりました。今でも同級生たちの逃げてくれという声が佐伯さんの耳に残っているといいます。その時期はもう食事ね、食べ物ございませんでね、もう朝からまあ腹減ったな、食べるものないかなというような話をしておったのを瞬間にバンときたわけですね。だからやはりほとんどの被爆者の方がおっしゃいますけども、もうフラッシュを目の前でバンと焚かれたような状態ですね。それからもう瞬間的にわからないですね。もうそしてもう何秒か過ぎた時にですね、みんな気が付いたもんもおりましょうけど、私はちょうど気が付いたのはここに溝がありますね。そういうところにバーッと投げつけられたんですね。そして多くの学友のもうここはちょうど出勤でございますから、今度のお松がたくさん並んでたんですよ。それで学友がバーンと叩きつけられたところにその大きな松の木が倒れちゃって、それでもう非常に怪我人が多かった。そしてもう立つことができなかったというのが現状でしょう。そのためにこれ本当に大げさではございませんけども、血がねダーッと流れてきたんでしょう。で私のその頬にその血がバッとこう生のリムが来て、それで私は気がついてパッと周囲を見たわけです。もう目の前はもう真っ暗でね、こう見てものすごい爆風というような感じがしまして、だからその時はやはりなんだろうと思ったら今頃はマッチをすりました炎症の匂いがありますね。それをガーンと強くこうやりましたね。でもパラッとやって起きて少しとったらもううめき声が随分しておりましてね。でもうそのネットにいた学友なんかいないんですよ。飛ばされちゃって、それでもう松の木の倒れた子にこうガーッとここへえぐられたりね、ここに松の木の折れたのがね胸に刺さったりして、それこそもう生き地獄と申しますかね。私も松の生木がねズカー出てんですよね、ズバッと。それでもやはりふらっと立ち上がりましたけども、もういやみんな元気かっていうことを言ったんですけども、その一言言ったらお母さん言うて倒れていくとね。でもう瞬間的に水を求める、やけどをしておりますからね。でまた出血しておりますから水を求めるわけですね。でここにもこうあります、ここ記憶残ってますが、こう石垣ですね。ここによじ上がるわけですね。こうだけども足がもうブラブラになってるから、ここにもう物干し竿にね洗濯物を干したようにこうザーッと逃げようとしてやるんですよ。みんなそれが下に落ちるでしょう。またその後ろに来てその死体の上からまたこれ入ろうと。だからそのようにして今のこう中学生がこう通っておりますけどね、まあこれよりまだ小さかったと思いますが、そういう学友がね本当にもう死を目の前でねかすい声で助けてくれってね、本当にね今でもこうまぶたに浮いてきますけどもね、悲壮なもんでですね。お友達とはどこまでご一緒だったんですか？常盤橋の近くまでは連れて行きましたけど、途中でもうみんなまた逃げてくれって言いますけどもね、なかなか逃げれるもんじゃないです。で一人最後まで
ズボンを引っ張って逃げたんが途中で常盤橋の付け根でね、もう逃げてくれ、もうダメだで、お母さん言うてバタッと死にましたね。まだ逃げてくれ逃げてくれっていうね、それを思いやりっていうんですかね、もう自分はダメだという時にもう横たわった中から手を振りながら逃げてくれ逃げてくれっていうその声がやはり耳から離れませんね。それ辛かったと思うんですよ。自分も逃げたいけどもね、どうしようもないということですからね。私がその常盤橋からこうもう30分ぐらい経ったんでしょう。この常盤橋のこの欄干に上がりましたらね、もう橋の上はもう本当に被爆遺族の方でね、本当ですよ、3人か4人か5人かでこうなってダラー倒れて橋が渡れないんですよ、死体で。次からもうそれはもう行ったってわからないでしょうけども、橋の上でね、次から次と死体がね、一般の人は渡れない。で広島駅で鉄道病院の看護婦さんかなんかでしょう。でもう2、3人人が足を持っとって、もうこの足はダメだから今のうち歩けるようにしてやろうと言って、この釘肉かなんかですね、バーンと抜いちゃったら足にグバッと肉が、それまで見ましたけど、それ見たら気絶しましてね。でこちらの方の松もね、もう何もないんですから、釘抜きがあってよかったと思うんですよ。もう二度とね、人類がある限りはこういうものは嫌ですね。それを若い世代がもう今度は21世紀になればね、それを生の耳で聞き、生の声で言い伝えてほしいと思うんですよ。どんなに怖いものか、どんなに悲劇なものか、それがまた何十年経ってもこの原爆症とかそういうもんでしょう。そういう大きなことをやはり自覚して、それを真実を伝えてほしいと思うんですよ。それが私の今の念願ですね。